新しい猫顔の作り方、簡単になったバージョンね。もうこの YouTube 見てくれてる誰もがね、見て学べるように全部フルで流すので、ぜひね、新しい猫顔の作り方、これをね、参考にね、作ってみてください。はい、お疲れ様です。西玉井の北川です。今日はですね、以前から言っていたこの簡単になった新しい猫顔の作り方、このね、動画をね、今日リリースします。で、まだね、その動画自体が試作品みたいな感じなんだけど、でも一応ね、何センチのパーツを作って、ここは何センチでとかっていう風に細かく説明していて、それを組み合わせて作るような動画になってます。なので、かなり作りやすくなってると思います。で、その簡単に作るね、猫顔のレッスン動画で、実際に植毛まで終わらせたのがね、この作品です。どうだろう？かなりリアルには作れるよね。僕自身作ってて、今までの自分の作品の中でもかなり猫らしいシルエットができるから、僕はもうこのやり方に切り替えていこうかなと今思ってます。はい。というわけで、今回の動画は、メンバーシップだけじゃなくて、もうこの YouTube 見てくれてる誰もがね、見て学べるように全部フルで流すので、ぜひね、新しい猫顔の作り方、これをね、参考にね、作ってみてください。で、植毛のやり方とかっていうのは、基本的に今までと変わらないから、この作り方で作ってみて、ぜひね、植毛してね、リアル猫作る練習をしてみてください。あとね、今メンバーシップに入ってくれてるみんなについては、これはね、これで一つの技術として体験するのはすごくいいことだと思うから、どっちかね、作り方ハマる方があると思うから、新しい方もね、試してみて、そして自分の作り方でより猫らしくなる方、そっちを選択してもらってやってみるといいんじゃないかなと思います。でもね、多分間違いなくこの作り方の方が猫らしい顔になると思う。はい。というわけでね、それではね、新しい猫顔の作り方、簡単になったバージョンね。これでね、ぜひね、練習してみてください。ではね、本編始まります。はい、新しい猫の作り方。まずはね、今から紹介するパーツをね、作っておいてください。これは顔のベースになります。硬さはこれぐらいで十分です。サイズはね、後ほど説明します。次、これもね、使うパーツなので、これも事前に準備。で、これはね、マズルの土台になります。これも硬さはこれぐらい。少しね、これはね、山目に作っておいた方がいいかもしれません。で、同じく、これはね、頬骨になるので、これもある程度柔めに作っておいてください。これは2つ準備。そしてヒゲ袋になります。これもね、サイズは後で説明します。これも比較的柔らかめに作っておいてください。で、事前にこれらのパーツを作ってもらって、これを組み合わせて新しい猫を作っていきます。顔のベースね、形はこんな感じです。サイズはね、直径5センチ。そして高さが約2センチ。で、次、マズルのベース。ちょっとね、変則的な三角形になっています。底辺がね、厚くて、頂点が低くなっています。横から見ると、こんな感じの形になります。サイズとしては、それぞれの辺が約 2.5 センチになるように作ってください。そして底辺が 1.5 センチの厚さになるように作ってみてください。これはね、目頭と鼻筋にかぶせるパーツになります。長さ4センチ。で、形はこんな感じでね、薄さはね、2、3ミリあればいいです。これは頬骨になります。長さ 3.5 センチ。で、幅1センチ。これを2つ作ってください。はい、最後、ヒゲ袋。長さ 1.8。でね、高さ1センチ。これをね、2つ準備してください。まずはこれらのパーツを先に作成して、それからね、猫顔の作成に入っていきます。はい、それではね、この動画ではね、新しい猫顔の作り方、今までの作り方よりは工程数が少なくなって、そしてシンプルで、かなり作りやすいと思うのでね、ちょっとこれで猫顔を作ってみてください。準備するパーツはこれね。で、これ簡単に説明しておくと、まず顔の土台、そして鼻筋の土台がここについて、これはね、ヒゲ袋になります。そしてこれは、こうやって曲げてつけるんだけど、頬骨になります。そして最後ね、この鼻筋、きれいに形付けるためのパーツになります。これらをね、今から組み合わせて作成していきます。で、まずね、顔のベース。
このパーツで、これ直径5センチあるから、ざっくりとでいいんだけど、だいたいね、中央。まあ、測りたい人は測った方がいいかな。5センチだから 2.5 だから、だいたいこの辺が中央ラインになるよね。中央。で、上からだいたい2センチ付近。この辺にマーキングしておきます。せっかくだからね、ちょっとね、書いておきますね。まあ、ざっくりとだけど、だいたいこんな感じになるよね。で、この基準点。ここから右に7ミリのところに線。同じく左7ミリのところに印をつけます。でちょっとわかりやすいようにね、こう、線引いといたらいいんじゃないかな。はい、こんな感じ。で、次、ここにこんな感じで目をつけていくんだけど、ここをね、スピード針で刺して固めていきます。で、この今凹めてるこの面、ここをね、平らにします。なので、ここは明確に段差ができていいです。で、この凹める大きさが目玉サイズよりも少し広めに、ここを潰して平らにします。で、ここね、この壁になる部分ね、ここをこういう風に横から少し刺して形整える感じでやってみてください。で、もしね、こうやって刺してて、こっち側がね、弱くてなんか凹んでくる、まっすぐならないっていう時は、そこはね、綿入れて補強してください。で、こんな感じ。こんな感じで、しっかりとここがまっすぐになるように凹ませたら、一度目玉を置いてチェックね。まだね、ちょっとこれわかる？目玉、両サイドに下がってるんだよね。だからもっと、こっち側ね、低くしてあげなきゃいけません。ただね、これね、ちょっと気をつけた方が1点あって、あまりガシ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 太い針で刺してると、この中繊維破壊を起こしちゃうから、そこは十分注意すること。はい、こんな感じでほぼまっすぐついてるね。で、この時ちょっと一回チェックしてほしいのが、この目と目の間、これがね、今刺してるうちに広がってきちゃったりもするかもしんないから、この目と目の間はね、13ミリから14ミリぐらいがいいかな。じゃあね、目をね、取り付けていきます。で、目玉の取り付けはね、僕はこれ使ってます。これをカットして目の裏に貼ります。こんな感じね。で、はみ出ると思うから、はみ出たやつはね、カットすればいいので気にしない。剥がして、ちょっとね、このはみ出てるのは邪魔になるから、カット。黒目は、まっすぐか、ほんのちょっとだけ、ハの字になるような感じ。やりすぎたらダメだよ。白々しくなるからね。はい、こんな感じ。はい、ここまでできたら、ちょっとこれもね、本当は最初に作ってた方がいいんだけど、ちょっとね、だいたい均等な厚さになるように、四角形のシートを作ります。で、これをスピード針で、こうやってね、叩いて固めてあげてください。はい、こんな感じね。これを2つ用意します。これね、今作ってるの何かっていうと、まぶたになります。まぶたもね、結構みんな苦戦しているので、もう少し簡単な作り方というところで、これをやっています。まあ、これぐらいのね、厚さになるように、ちょっと作ってみてください。で、この作った、これね、これがまぶたになるんだけど、これを、このように貼り付けていきます。で、このはみ出てるっていうかね、余分なところ、これは綺麗にね、貼り付けてください。これ今スピード針でやってます。まずは全体的に綺麗に貼り付ける。で、貼り付けたらこれ、触ったらね、ガラスの場所わかるから、この凹凸に合わせてこの際、しっかりと刺してあげる。こんな感じで明確にわかるように、しっかりとね、目の凹凸をくっきりさせてあげる。で、良ければ反対も貼り付けていきます。はい。目玉を付けれたところで次、この三角のパーツ、これをね、付けていきます。で、三角形の底辺が分厚い方ね、1.5 センチの底を、ここに合わせるんだけど、この時にこの頂点を、一番最初の2センチのところにね、マーキングしたところ、そこの基準のポイントに合わせて刺します。こういう飛び出た形になってるか、これ押し付けながらね、軽く隙間が空かないように押し付けて、これをまず固定します。別にこの角ついた形をきれいに残す必要がないから、しっかりとこれを刺すね。で、全般的に上から刺して突き抜けるぐらいまで刺してあげないとくっつかないので、しっかりと刺してあげる。
なのでね、これ最初にあまりガチガチに固めちゃうと、つけにくいし、繊維破壊も起きちゃうリスクがあるから、ちょっとね、どれぐらいの硬さにするかっていうのはね、ちょっと作りながらね、自分の中で感覚としてね、手に入れてください。はい、こんな感じで外れなければいいですね。こんな感じです。で、この時にね、これを曲げてつけないようにね、目の位置とこれ鼻の土台になるからね、ここをしっかりとズレのないようにつけてあげるね。じゃあ次、今目がこういう風についてます。で、気をつけてほしいのは、目玉。これをね、ざっくりと8等分で考えて、目頭と目尻は、ここです。このエリアの中に収めること。このエリアに収まらないとどうなるかというと、例えばここに目頭、ここに目尻ってやると、こういう猫目になって、もう形がおかしいよね。だから、必ずこのエリアの中に目頭と目尻は収まるものだと思ってた方がいいです。っていうのを考えて、これあんまりね、マジックで描いちゃうとね、まぶた黒くなっちゃうから描かない方がいいんだけど、まあ今言ったね、目尻と目頭の位置。だいたいこの辺だなっていうところを、ガラスのね、この中央を通るようにこういう風に後つけてください。これね、ハサミでカットするとこです。こんな感じ。なんか生まれたばかりのひよこみたいな感じ。こんな感じにして、で、反りばさみで少しずつカットしていってください。これ1回じゃね、結構切れてないから、何回かこうやってハサミ入れて。で、あまりこう、切り込みすぎないように注意です。はい、こんな感じ。ちょっとね、これね、ずれちゃってるけどね。で、ここからスピード針で、一旦この表面、今までね、やってきたやり方と一緒で、ちょっと横方向に一回針入れて、少し固めてあげます。で、一通り横に針入れたらね、さっきよりちょっとね、締まっているので、その状態を作ってから今度、少しずつ目を開いていってあげます。で、特にこのハサミでカットしたとこ、ふわふわで弱いから、こう、縦に開きながらまた横、こういう風にね、少し固めながら。ちょっと指でね、上から押さえて、指ささないようにね。このガラス、指で押さえて、ガラスとこのまぶたの間、そこをね、少し刺していくような感じで、慎重にゆっくりやってください。開きながら、そしてこの開いててね、まぶたをこの辺を固めながら。特にね、目を開くときにこっち側、目頭側結構みんな遠慮して開かないから、するとね、目ちっちゃくなったりするから、ここのちゃんと黒目以外のこの目の色が見えるように、しっかりと開いておくこと。はい、良ければ反対。まあ、本格的な目の形はね、後から整えるとして、ひとまずこんな感じで目が開いて、まぶたがね、それっぽくできました。で、次、この流れ。こういうここの鼻筋の土台になる部分をちょっとある程度分かりやすくしておきたいんで、ここね、刺しちゃいます。ざっくりといいんだけど、こんな感じでちょっとね、つけておいてください。はい。で、次。この3.5センチで作ったこのパーツ。これは頬骨になります。で、ここにこういう形でつけて固めていきます。まず今ここへこめたところ、ここ狙って、ここにまずね、簡単に少し止めてあげる。で、少しちょっと押さえながら、この目尻の方向を止めてあげて、さっきのね、下まぶたの上にね、かぶせていきます。で、パーツ自体はね、ゆるゆるだから、こっから差し固めてね、固めていくんだけど、この時に、この目尻側、ここの厚さをね、こう、なくしちゃって、ここ、なだらかにしてあげる。ここね、ここに段差を作らない。はい。あとはこの膨らんでるのを締め込んでいきます。で、ここの角度ね、ここを、もこっとこう、膨らませるんじゃなくて、ここの面は、ここね、ちょっと平らにするようなイメージで。
差し固めてあげてください。すると目の沈み込みがね、防げるので。さっき作ったね、目頭のここのね、このへこみはね、そのまましといていいです。はい。こんな感じになるからね。じゃあ反対側もつけていきます。で、ここの頬骨の厚みが、そうだな、5、6ミリあればいいかな。これ真正面向けてね、真正面向けて上から測った時に、こんな感じかな。1センチくらいになってればいいかな。はい、こんな感じね。で、今、まぶたがすごい不自然だから、今度ね、上まぶたをね、かぶせていきます。これは、ランビエ。わたわたね、こうやって少しちぎって、これを、少しね、三つ折り、こんな感じで、ある程度の厚さができるように作って、これをまたね、この半分っていうかね、こんな感じで上半分にかぶせてあげてください。で、これをしっかりと、まず、両サイド決めて動かないようにして、まずね、周りから貼り付けていきます。で、これね、今かぶせただけのゆるゆるだから、これを、もうほんとね、スピード針の先端で、もうちょん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 ね、もうほんと、当ててるだけの感じ。それをちょっとね、しつこくね、細かくやってると、しっかりと締まってくれるから、刺そうっていうよりも当てるっていう感じで、さっき先端を。で、それをもう、針の刺してないとこがないんじゃないかっていうくらい、こうやって細かく刺してあげる。このね、締め込むって言ってんだけど、僕はこの、細かく締めれるこの動作ができると、かなり作れるものがね、幅が変わってきます。だからちょっと根気よくね、これやってください。はい。こっちと見比べてしっかりまぶたかぶってるよね。で、この辺から細針に変えて、さらにね、こうやって細かく刺して締め込んでいくね。厚さはないんだけど、すごいギュッとこの繊維と繊維が絡み合って締まってる状態が作れるから、それをね、ちょっと根気よくここはやってください。これをやらないうちに、こうやって縦に刺していくから、どん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 目が見開いていくんだからね。で、ここからが大事。ここ。今定規押し当ててる目。ここが平らになるようなイメージ。この一番外側のこの円は崩さないようにして、ちょっとあえて分かりやすく書くと、この面、ここをこういう風に、ちょっと凹んでるっていうかまっすぐなってるよね。そういう状態にする。でもこの外側のこの元々のこの丸は崩さないようにね。だから、正面から見たら頭丸いんだけど、ここは平らな状態、低い状態ができてるっていう状態。で、同じように反対側も行きます。で、上まぶたかぶせるのに、ちょっとね、厚みのあるように3つ折りぐらいにして、目半分くらいまでかぶせます。で、まず両サイド貼り付ける。まずはね、余分な周りを貼り付けていく。で、ここがふわふわの状態だから、スピード針で細かく、とにかく細かく横方向に刺して固めていく。で、この時ガラスとね、密着させるぐらいのつもりで、ちょっとね、それを意識して、もう本当に細かく刺してください。大体形が良ければ細針。そしてまぶたが分厚くならないようにしっかり上から押さえてあげる。はい。ひとまずここまで来たらね、ここね、この面をへこめる。はい、こんな感じ。かなり猫らしくなってきたね。じゃあ次、髭袋をつけるんだけど、今回はこの基準点ね、そこからこういう風につけてね、こういう鼻筋つけて測って、そうだな、2センチのところ、ここにマーキングしてもらう。ここ鼻の位置にするよ。で、ここを基準に、この Y の字を作ります。これは書いた方がいいかもしれないね。で、この時に気をつけなきゃいけないのが、この上の Y のね、この開いてる部分、これが大きくなりすぎないように注意ね。まずこれを、こういう風に後しっかりつけます。これ鼻の位置ね。で、ここね、ちょっとね、軽く潰しておいた方がいいかな。軽くね。はい。ちょっと今これ鼻曲がっちゃったね。曲がらないように注意だよ。で、次。この髭袋を下につけちゃダメだよ。上につけるんだよ。この Y の字書いたとこの、ここにね。こういう風につける。で、ここの丸いのが Y のここに当てはまるようにして、角度的にはこういう角度。斜めにこういう風に作る感じ。こっちの丸い部分はこの頬骨に当たるか当たらないかくらい。で、こっちの部分はこの Y の字に当たるように。こういう形ね。これで、こうやって上から刺してひとまずこうやって貼り付けるよね。
して、ここで気をつけるのが、この髭袋のこの横幅。これだと大きいんだよね、まだ。目玉の真ん中ぐらい、この幅。ここぐらいに収まるように差し固めていきます。まず横幅ね。どう？だいたいこれぐらいね。まあ中央よりややちょっとね、外に出てるかなっていうくらい。これぐらい。で、次ここの形ね。この Y の字の鼻の下、これが長いとすごくおかしいから、これもこういう風に刺して形を作っておきます。だいたいここの長さは、例えばね、ここに鼻がつくんだけど、まあこの鼻の高さの、まあ半分っていうか3分の2ぐらいだね。これぐらいをイメージして、ここのね、口を作るっていうかな。で、この時に、ここをね、潰しすぎないように注意。ここの鼻下のこの膨らみ。ここはある程度残しつつ、で、全般的に刺して締め込んでいく。はい、こんな感じね。じゃあ同じように反対側もつけていきます。はい、上から見たらこんな感じね。で、一旦ね、ここで下顎を作ります。で、これもね、綿を取って、くるくるとこう丸めて、まあ、髭袋と同じくらいの大きさにしてね、これをここに当てがって固めていきます。やりにくい人はね、先にね、ある程度丸く髭袋のように固めてからここにつけてもいいです。で、横から見たときに髭袋よりやや低くなるようにつけといてください。で、ここはちょっとね、こういう風に上がる感じで。で、形が良かったら締め込んでいく。はい、下顎がついた状態。では次、この最初に作ったこのパーツ。これを使います。で、これはね、この上に乗せてください。こういう風に。で、この固まってる時ここはね、この2センチ幅で、ここはね、ぽやぽやなので、この固めてるとこ、これをこの目線のこの高さ、ここだね。ここに合わせるようにしてつける。こんな感じでね、ちょっとね、目にかぶってほしいんだよね。少し。で、これをここに貼り付けていきます。このやわい部分をまず刺して、周りの形となじませて、で、最初のこの基準点あるよね。あの辺、しっかり刺して、ここから、イメージとしては、こう、三角に刺してほしいのね。こういう風に。で、あとはここね、そのまま貼り付けていってください。で、これはね、鼻の位置あまり気にしなくていいから、このままこういう風に、さっきの髭袋の上にね、こう、かぶせて、周囲となじませてください。なだらかに。凹凸をつけるんじゃなくて、自然な感じに。この時にこのね、髭袋の目頭からこの髭袋にこういうラインをね、イメージしつつ差し固めていく。だけどこの辺は全部なだらかでいいです。で、この辺も貼り付けていく。こんな感じね、ちょっと丸い感じというか。でね、さっきの鼻の場所、一応ね、こういう風に爪で跡つけておきましょう。このね、三角にして、ここ差し固めることで、今までね、作ってたポコンを作らなくてよくなるので、そうだな、この三角のところから、だいたい5ミリぐらいかな。ここのエリア。ここは少し刺して、少しね、ここ低くしておくね。で、ここ低くして、こう、ボコンってこう、わし花みたいになってたら変だから、ここはね、なだらかに、まっすぐなるようにね、調節してください。ここはあまり広げすぎないね。だいたい線引くの5ミリだね。5ミリぐらい。鼻は目より絶対小さく。ここ大きくなると変になるからね、ライオンみたいになっちゃうから。で、今からつけるのはここ。
さっきへこめたとこぐらいの上まで、ここにちょっと肉盛りして鼻筋をね、作ってあげます。なのでこれぐらいの量。これをこんな感じで丸めてここに乗せちゃいます。差し固めていって、で、この前ね、この鼻の Y 字の上の部分、ここもしっかり作ってあげつつ、しっかり刺していくね。で、横から見た時にこうやって出過ぎてたらおかしいから、これを少しずつ潰していきます。はい、こんな感じ。ここにまた後からね、鼻つけるからね、少し低くてもいいかなと思います。で、このほっぺとここね、こういう段差ができてると思うから、ここにうっすらと肉付けして、不必要な凹凸をなくすようにします。綿取って、こんな感じでね、かぶせてあげて、髭袋のね、この凹凸自体はしっかり出さなきゃいけないけど、この辺にできていた無駄な溝、それをね、きれいに埋めます。はい、こんな感じで、このまま上にうっすら貼り付けて、ただ綺麗にこういう風になだらかにしてあげるだけです。こういう溝をなくす。はい、だいたいよかったらね、今一応ね、顔全般的に整えるつもりで、ゆるいとこ締めてったり、ちょっとね、形がいびつなところを直したりね、していきます。ここもね、貼り付けた時に段差が残ってるようだったら、これもやっぱりこう、うっすらと目頭のこの辺の上まぶたが綺麗に表現できるように、やっぱりこうやって整えてあげた方がいいです。ただこれね、薄くやるね、分厚くならないように注意ね。やる場合はね。はい。ひとまずね、顔面の作成はね、ここまでですね。はい。まずね、ここまでできたところで少しサイズね、測っておきます。まず目と目の間ね、1.4 あればいいかな。で、髭袋チェックだよ。だいたい目の中心ぐらい、その幅ぐらいに押さえておく。それと、この目の上、このライン、ここから口元まで、ここね。上からちょっとね、定規当てて、ざっくりとでいいんだけど、これ 2.5 ぐらいだったらちょうどいいのかな。今回ね、モデルの子とかいないで作ってるから、ちょっとね、猫らしい顔の作る練習だから、まずじゃあここは 2.5 センチくらいに収めとくといいです。はい。で、下顎もね、あまり大きくなりすぎないように。この真正面からこういう風に定規当てて、1.5 センチくらいだね、この両サイドまで。そんなイメージで入れるといいんじゃないかな。はい。で、今からね、ここの溝、作ったんだけど、ここはね、いらないので、溝をね。これを埋めちゃいます。だけど、この目頭のこの切り込み、ここぐらいまでは、切り込みは入れたまま。それと、髭袋のここのね、凹凸、これは残したまま。だけど、この間の、このいらない溝、へこみね。これは埋めちゃいます。本当に少量でいいから、これぐらいでいいから取って、この頬骨からこの鼻にかけて、薄く乗せてあげて、綺麗にね、貼り付ける。で、ここの凹凸をなくしてあげる。なだらかに。はい、こんな感じ。で、この辺刺すときにね、ここ、頬骨ね、せっかく作ってるの潰さないように。で、ちょっと分かりにくいから、あえて書くけど、ここまでのこの目の切り込みっていうかな、目頭の切り込み、ここまではしっかり入れておくね。で、ここの髭袋のこの頬骨との境目のこのぷっくら感出すために、ここまでは凹凸残すけど、この間はなくしてこうやって綺麗にならしてあげる。じゃあ同じようにこっちもね、やっていきます。はい、こんな感じです。はい。でね、ここからちょっとね、大事なところです。今までは目がね、この段階で沈み込んでしまったってなったらね、外すしかなかったんだけど、この作り方は目をね、出すことができるんです。目の裏側、これまだまだやばいから、押し付けて、指でね、押し付けてやるだけで目玉出てきます、これだけ。もちろん、周りの形もね、少し崩れるから、気をつけながらやらなきゃいけないんだけど、左右違うよね、目の出方ね。で、反対側ももう少し出したければ、少し押し込んで出してあげます。ただ、今言った通り、歪みがね、どうしても出てしまうから、それを整えながら。で、その中で、目がね、少しこの上下動いたりとか、左右ね、ずれたりすると思うから、そこは、ちょっと見ながらね、
目打ちで少し、こういう風に、目の裏側のね、綿を煽ってやってもいいし、こっからね、裏から刺して、目玉自体をこうグッと押し付けて、出してあげてもいいです。ただし、レジンで接着してる人は絶対剥離起こすから、まあ、ボンドの方がいいかなと思います。と、目だいぶ出たよね。っていうのができるんです。だから、この段階で目が沈み込んでいるときに、目の修正がすごくしやすいのがこの作り方です。だけどね、せっかくここね、慣らしたとことか崩れちゃうから、目を出した後もう一回しっかり顔整えてあげて、で、大事なのはここから。ここへこんでるから柔らかい分。ここをしっかりと沈まないように。僕はちょっとね、ポリエステル面がいいのかなって。まあ、この後もね、使うから、手芸綿とか、固まりやすいやつをここに入れて、この目の裏のこの沈み込みが起きないように固めちゃいます。これはね、手芸綿すごい使いやすいと思います。で、この時ね、裏から差し固めるときは、できるだけガラスにヒットさせないように。どうしてもね、剥離を起こす原因になっちゃうから、ね、ちょっとこうやって微調整しながら、目玉の出方とか、結構調節できると思うので、かなりね、修正しやすいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで。だいぶ目が一回り大きくなったと思います。じゃあ次、後頭部をつけていくんだけど、まあ、ここに全部ランビエ使ってもいいんだけど、ちょっともったいないので、まあ、安く済む手芸綿。これをね、固めて入れていきます。まあ、極端な話、ここ全部手芸綿でもいいんだけど、僕はちょっとね、中に入れて、表面は植毛の時にちょっとね、やっぱり感触変わるの嫌なので、手芸綿は頭の中だけにします。頭ブヨブヨしないように、ここで結構ある程度固めちゃっていいです。こんな感じで、半円になるように作ってあげて、これ結構固めしていいと思います。で、こういう風に合わせて、で、これを貼り付ける。で、この時も目玉にね、刺さないように注意。はい。この状態で貼り付けたら、あとはランビエかぶせて形を整えます。で、ここの形はあまり気にしなくていいから、ただ、このまま丸く固めてやる感じです。エラの部分とかそういうの気にしなくていいです。とにかく丸く作る。はい、こんな感じ。あまり側頭部とかね、あまり難しいこと考えずに、とにかく普通にそのまま丸くしてあげる。こんな感じでね。で、今ね、エラの部分がないんだけど、やっぱりね、エラの部分って絶対作ってあげた方がいいです。やっぱりここを作らないで作品作っちゃうとね、全体的にね、ぼやっとしちゃうんだよね。だから、しっかり作る。で、じゃあどうやってやるかというと、このね、大体でいいから、目尻の位置から、目尻から2センチのとこにマーキング。こっちも目尻から2センチ。ここだね。ここにマーキングしておきます。で、そこから半円を描くようにして、この辺狙って半円を描くように。こういう感じ。で、次にやるのが、この半円描いたところを刺していきます。ここから段差つくように。段差つけていいから、こんな感じになるようにね。で、ここは極端な段差がつかないようにして少しなだらかに始まって、で、この辺から明確な段差があるように作ってあげる。で、全体的にこっち側締め込んであげて、こんな感じね。で、反対側も。この辺はなだらかに、自然に、ゆっくりとここね、傾斜がついて、ここから明確な段差を作ってあげる。はい。で、この出っ張ってるところは、これね、四角いから、締め込んであげて丸くしてあげる。
で、全体的にね、しっかりと形整えて丸くしてあげる。はい、こんな感じで、ちょっとね、こっちが低いから、こっちだけね、低いの分かるよね。上から見ても。ここをね、ちょっと肉付けします。で、肉付けするのも、これだったら、もう下にね、段差がついてて、どこを膨らませればいいか、もう明確に分かるから、そこにこうやって当ててね、こういう風に当てて、この辺もね、段差ができないように、しっかり、綺麗になじませてあげて、で、補強したところはね、貼り付けて、しっかりと固めていく。で、この時にあんまりほっぺた膨らまないようにね、注意ね。はい、こんな感じで、エラがね、綺麗にできました。で、頭の一番高くなる位置っていうのは、このね、エラ描いたところ、この辺今刺してるとこ。この辺が、だいたい頭高いところになってれば、ちょうどいいかなという感じがします。はい、こんな感じでね、猫顔できました。じゃあね、最終的にサイズ測っていきます。ちょっとカメラの映り方とね、僕で目見てるのが違うかもしれないけど、だいたいね、高さ5センチくらいになってればいいんじゃないかな。このね、下顎から頭の天骨まで。で、横がね、5.5 センチ、この一番出てる部分ね。それぐらいあればいいかなと思います。あと一番上、こうやって測ってみると、奥行き、どうだろう ?7 センチくらいかな。マズルね、鼻先から後ろまで。はい、というわけでね、こんな感じで、新しい猫顔の作り方。できるだけ工程は省いてありね、取り付けるパーツ自体をなるべく少なくしたんだけども、以前よりはね、シンプルになって、で、こっちの方が猫らしい顔を作れるっていう人絶対いると思うので、これね、ちょっと一度ね、試してみてください。はい。はい。というわけでね、今回の動画ね、見てもらったらね、なんか作れるんじゃないかなってイメージ湧いたと思うので、ぜひね、チャレンジしてください。で、この新しい作り方に、今までのね、作り方、これを組み合わせることによって、さらにね、自分の引き出しいろいろ増えると思うのでね、ぜひね、チャレンジしてみてください。はい、というわけでね、今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。このチャンネルではメンバーシップを活用して羊毛フェルト教室をやっています。メンバーになってもらうと、今見たようなメンバー限定のレッスン動画を見られるだけでなくですね、なんとメンバーは毎月1回僕から作品の無料添削を受けることができます。その他にもメンバー限定の特典として虹玉屋のアイシートが特別価格で買うことができます。また限定ライブを行ったり、メンバーのみんなの要望を聞いてそれをね動画にしたりね、いろいろなことをやっていきます。近くに羊毛フェルト教室がないとか、リアルな作品が作れるようになりたいとかね思ってる人は、普通の教室や講座と違って一度辞めてもね、またいつでもね気軽に入ることができるので、ぜひねスキルアップのために活用してください。メンバーになるにはチャンネルのメンバーになるボタンを押してもらえると登録できます。また表示されていない人については動画の概要欄にリンクを貼っておくので、そこから加入してください。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。